どうも、プラシキです。気づけば動画も31本目。本日はマスターグレード100分の1シャア専用ズゴックを作っていきたいと思います。販売価格は3300円とリーズナブルなマスターグレードになっています。2003年発売のキットと少し古いキットにはなるんですが、実際作ってみるとどういう感じなのか楽しみですね。内部フレームなどもしっかりとディテールなど入っているようです。それでは早速見ていきたいと思います。内袋はこのようになっていました。マスターグレードにしては少ないんじゃないでしょうかね。ランナー数はこのようになっています。マスターグレードにしては一つのパーツが大きく、パーツ数自体はそんなに多くない印象を受けました。それではランナーをチェックしていきたいと思います。こちら A ランナー、クリアパーツとカラーパーツのランナーになっていました。こちら B ランナー、外装パーツ、ディテールは抑えめですね。モールドなども派手なモールドは入っていない、そういった印象を受けました。こちらのパーツも同じようにディテールしっかりしてますが、モールドなどは細かいところは入っていないですね。そしてシャアのコックピットと立ち姿のフィギュアも付属しています。こちら内部フレームですね。この辺はしっかりモールド刻まれていますね。こちらのパーツも同じくモールドしっかりと入っています。頭部などもしっかりとモールド刻まれていますね。いい感じじゃないでしょうか。こちらが胴体部分。こちらもしっかりとモールドが入っています。このあたりマスターグレードらしいですよね。いい感じに仕上がっているんじゃないでしょうか。こちらアイアンネイルの部分のパーツになっています。そしてこちら、このパーツのみ ABS 素材となっているので塗装の際には注意が必要かと思います。こちらポリキャップはシャーズゴックのポリキャップとなっていました。そしてこちらは合成ゴムのランナー。この辺りパイプのパーツですかね、しっかりとモールド入っています。その他の部品に関してもしっかりとモールドが刻まれている、そんな印象を受けました。どのような感じに使っていくんでしょうか。そしてこちらはマーキングシール、シャア専用ズゴックのマーキングシールとなっています。そしてこちらはドライデカールですね。こちらもシャア専用ズゴックのドライデカールとなっていました。続いて説明書。説明書はカラーと白黒の見開きタイプの説明書となっていました。組み立ての工程自体はそんなに多くないのかなといった印象でした。そして中にはこのように設定資料等の記載もあり、結構読み応えのある説明書になっていましたね。中にはこのような見開きのカラーのページも掲載をされていました。こういった資料掲載があるといいですよね。そしてこのように脚部、そして腕部の設定資料なども記載されています。結構組み立て工程少ないですよね。このように見てみると。続いて余剰パーツですが、余剰パーツはポリキャップの部分に一つだけですね、余剰パーツが出るようになっていました。それ以外は基本余剰パーツの出ないようになっています。ランナーからパーツを切り離してみました。一つ一つのパーツは大きいんですが、パーツ数自体はそこまで多くない、そういった印象を受けました。このようになっています。それでは早速組み立てていきたいと思います。まずは頭部&胴体パーツから。マスターグレードらしくしっかりと各パーツ分割されていましたね。そしてこちら物合い部分。デカールがかなりシワが寄りやすくて貼るのが非常に難しかったので塗装した方がいいのかもしれないですね。見栄えは良くなると思います。そしてこのように胴体部分にしっかりとはめ込みます。そして頭部パーツをこのように胴体に挟み込むんですが、これ挟み込みちょっと間違えてますね。そしてシャアのパイロットフィギュアを内部に収納。このフィンの位置などしっかりと稼働するようになっていました。これ取り付けるときにこのようにピンセットで保持した状態で押し込んだ方が取り付けしやすかったです。このような感じになっています。そしてコックピットハッチの位置もしっかりと稼働するようになっていました。内部からしっかりと固定をします。頭部、こちらのミサイルすべてパーツ分割となっています。色分けはしやすいかもしれないですね。このような感じになっていました。
そしてこのクリアパーツ、単純に乗せてるだけの状態でしたね。このパーツ、はめ込むのかと思ったら乗せてるだけでした。そしてこのように頭部の部分で蓋をするようなイメージ、このような感じになっています。そして前後、外装パーツを挟み込みます。しっかりと、きっちりとはまりますね。そして頭部パーツもこのようにはめ込みます。外装パーツ非常に取り付けしやすかったですね。このような感じになりました。合わせ目に関してはどうしても肩から脇の下に関して合わせ目が出るような作りになっていました。外装結構シンプルですよね。モールドもそこまで入っていない控えめな印象でした。このように物合いの方は稼働するようにできています。左右にこのように触れますね。コックピットハッチですが、このようにオープンギミックも搭載されていました。内部にシャアが見えます。続いてバックパック。パーツ数はこのようになっています。バックパックもこのように内部フレームしっかりとモールド刻まれています。そしてこのようにスクリューも別パーツで再現がしっかりとされていました。このように外装パーツ別パーツとして取り付け、こちらも外装パーツは非常にはめやすかったですね。後で塗装する際にはかなり塗装はしやすいんじゃないかなという印象でした。バックパックしっかりと内部フレームも見えるようになっています。このようにしっかりとした作りですね。スクリュー部分もしっかりと内部が見えるようになっています。続いてワン部パーツを作っていきたいと思います。パーツ数はこのようになっています。アイアンネイルが3本か4本で選べるようになっていました。今回は3本で作っていきたいと思います。このように爪の土台部分に差し込んでいくスタイル。このようにしっかりと内部にはめ込みます。そして上から蓋をしてアイアンネイル部分の完成です。そしてゴムパーツ登場です。このように内部にはめ込み、それぞれ独立した関節のパーツを作り上げていきます。ポリキャップでのジョイントになっていました。そしてこのようにパイプ部分をしっかりと各関節部分に通すことで内部がしっかり見えるようになっています。このあたりマスターグレードっぽくていいですね。かなりこのしっかりと関節間から見えるパイプがかっこよかったです。そして前腕部、こちらもポリキャップを内部にはめ込み、しっかりとパーツごとにはめ込んでいきます。しっかりとやっぱり別パーツ化してるのでいいですね。外装パーツもはめやすかったですね。そして軸でのジョイント、こちらのアイアンネイル部分も軸でのポリキャップジョイントとなっていました。これでワン部の完成です。非常にズゴックらしい特殊なワン部ですね。こちら黒い部分、先ほどのパイプの部分は伸縮のギミックもありました。このように軸でのジョイントなので可動域広いです。そしてこちら肘の部分というんですかね。この位置もしっかり曲げることができるようになっています。かっこいいですね。細かいです。かなり。パイプの位置なんかいいですね。このような作りになっていました。続いて腰部パーツ。パーツ数はこのようになっています。こちらもゴムパーツ登場ですね。このように軸の部分にはめ込みます。そして前後、腰部パーツで挟み込むようになっていました。内部が隙間からちゃんとこのゴムのパーツが見えるところがいいですね。このように細かいパーツも分割されています。腰部このようになっています。合わせ目はやはりどうしても少し目立つようにはなっていました。このように付け根のゴムパーツ、隙間から見た時にしっかりとゴムパーツが生えているのがいいですね。そしてこちらポリキャップ、二重でポリキャップをはめ込むようになっています。そして前後で挟み込み、そしてこちらもゴムパーツをしっかりと間にはめ込みます。こちらも同じようにゴムパーツをしっかりとはめ込みます。しっかりはまるようにできていました。そしてボールジョイントで先ほどの腰部部分と接続。この位置の接続はボールジョイントとポリキャップがかなり保持力強かったです。このゴムパーツいい味出してるんじゃないでしょうか。ゴムパーツのカットはこのように少し余剰があったのでニッパーで平行に切っていくとうまく切れると思います。続いて脚部パーツ。パーツ数はこのようになっています。
こちらでも同じくパイプのゴム部分ですね、パーツが出てきました。こちらも腕部と同じくそれぞれの関節の部分が独立をしています。そしてこちら足の部分、こちらもパーツそれぞれ分割されています。ゴムパーツもしっかりとはめ合わせていきます。この辺り綺麗にはまるんですよね。これがまた気持ちよかったです。このようになっています。そして足裏部分もパーツが分割されているので、このように色分けがされていました。スクリューもしっかりと別パーツになっています。そして足の部分、このように軸で少し左右に触れるような作りになっていました。足裏パーツをはめ込みます。これで足部分の完成です。いいですね。足裏もしっかり肉抜きもなく色分けもされています。またこの隙間から見えるゴムパーツがいい味を出しています。そしてこちらは軸の部分。このようにポリキャップをはめ込み、そしてはめ合わせます。内部フレームしっかり入ってますね。ここにもゴムパーツ、そして外装パーツを前後はめ合わせます。そしてボールジョイントで足部分とジョイント、こちらも保持力かなり高かったです。そして同じく関節部分、ゴムパーツを隙間に通し、しっかりモールド内部から見えるようになっていました。このズゴックのキットですが、各ポリキャップへの差し込み結構力がいったんですが、保持力高めですね。これで脚部の完成です。モールド控えめですが、しっかりとズゴックの脚部再現されています。膝部分、このように曲がりますね。一つの軸での可動域となっていました。足首もこのような感じ、ボールジョイントで動くようになっています。前後はこのくらいですね。可動域はまずまずといったところでしょうか。足裏などもしっかりと作り込まれています。いいですね。脚部もかっこいいと思います。それではパーツが出揃ったので取り付けをしていきたいと思います。こちら腰部とはボールジョイントでの接続、こちらもかなり固めの接続となっていました。この根元のつける部分ですが、ボールジョイントが太いのでしっかりとがっちりはまります。こちらの左の脚部も同じようにはめ込みました。脚部、このような感じの関節可動域となっています。それぞれが独立しているので、このようにぐにゃぐにゃと動くようなイメージなんですが、保持力も高いためしっかりとポージングも決めることができました。前後へはこのくらいまで開くことができますね。まだ開くこともできるとは思います。下半身完成です。続いて上半身、こちらもボールジョイントでの接続、保持力高かったです。両側も同じようにボールジョイントで接続をします。しっかりズゴックらしい再現された上半身ができました。可動域ですが、ボールジョイントのためこのように回す動作360度回りますし、関節もそれぞれ独立しているため脚部と同じくぐにょぐにょと動くようなイメージ、そして前腕部肘の部分もしっかりと可動をするようにできていました。結構ポージング決まるんですよね。ガチッとはまります。上向けることも可能ですね。このようにここだけ見てるとカニに見えてきました。アイアンネイルはしっかりとそれぞれの爪部分も独立可動します。そしてメガ粒子砲の方向も再現されていました。このように関節部分内部モールド見えますし、ゴムパーツがこう曲げた時に少しこう曲がるのもいいですね。この辺りかっこいいなと思います。そしてバックパック、こちらはポリキャップでのジョイントとなっていました。この辺りもいいですね。ズゴックらしい再現がされていると思います。そして下半身とボールジョイントでの接続となっています。このように隙間に見えるゴムパーツがいい味を出しているキットになっていますね。いいですね。これでズゴック本体の完成となりました。そしてちょっと問題だったのが、このアイアンネイル3本爪がすごく外れやすかったんですよね。4本爪の方は全然外れにくかったんですが、3本爪すごく外れやすかったです。そして胴体の伸縮、このように左右前後に曲げることができます。可動域広めだと思います。また取れました。
マスターグレード100分の1シャア専用ズゴック完成しました。2003年のキットなんですが、古臭さをあまり感じない、そのようなプロポーションになっていました。ポージング見ていきたいと思います。こちら元はジムなんですけど、ジム持ってないのでネモを立たせています。アクションベースの取り付けをする際は少し工夫が必要でしたね。このように膝立ちをしたポージングも決まりますね。アイアンネイル、こちら4本バージョンのズゴック、こちらも迫力があってかっこいいと思います。ただ原作3本なので、この4本バージョンはおまけといった感じでしょうか。そしてこちらが外装パーツを外した内部フレーム構造の状態となっています。モールドしっかり細かく刻まれていて、いい感じに仕上がっていました。HG 版と比較するとこのような感じになっています。マスターグレードバージョンの方が腕少し長いですね。各箇所のモールドや細かい部分はやはりマスターグレードの方がしっかり作り込まれていますね。親子みたいに見えました。どうだったでしょうか。マスターグレードシャア専用ズゴック、かっこよく仕上がっていると思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回マスターグレード100分の1シャア専用ズゴックを作った感想ですが、2003年発売のキットの割にはプロポーションなども良好で、ディテールは控えめで派手なモールドなどはありませんが、古臭さを感じさせない作りになっていました。関節には一部 ABS 素材が使われていますが、ゴムパーツなどちょっとしたパーツや内部フレームが見える構造で、水陸両用の機体らしさ、メカニカルな部分なども再現されていました。成型色はマスターグレードだけあってしっかりと再現されていると思います。残念な点は個体差なのかは分かりませんが、アイアンネイルの3本バージョンの機台部分がポロリしやすい点でした。それ以外はおおむね良好で、マスターグレードらしい細かな作り込みを楽しめるキットになっていました。値段もマスターグレードにしてはお手頃なので、作ったことのない方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。